はい、おはようございます。野良です。東京の街の住みやすさについて語っていくこのシリーズ。今回は JR 総武線の中野駅です。こちらは現在中野駅の北口改札ですね。まずは中野ブロードウェイや中野サンプラザといった中野の顔がある北口方面から探っていきたいと思います。で、この動画を見ていただいている方でもし中野に住んだことあるよっていう方はぜひですね、住み心地や感想などをコメントに書いてくれると嬉しいです。で、北口改札を出ると真正面にあるのは中野サンモール商店街というアーケード商店街ですね。こちらは中野ブロードウェイへと続く商店街で、中野で一番人が集まっているスポットと言えますね。まずはこちらの商店街を歩いて中野ブロードウェイへ向かってみます。中野というとまず文化的な街っていうイメージが強いかもしれません。中野ブロードウェイがやっぱり知名度があって、秋葉原よりももう少しライトなオタクの街っていう、オタクとかサブカルの街っていう印象を持っている人が多いかもしれないですね。あとは比較的高齢者の方も多くて、やや下町っぽいお店の雰囲気もあったりするんで、なんていうか古き良き文化的な街っていう感じですかね。ただ中野には明治大学や帝京平成大学のキャンパスをはじめとして専門学校がいくつかできているおかげで若者も結構入ってきたりしていて、アットホームの東京23区のシングル向け物件、つまり 1K とか 1DK とかの一人暮らし用物件の東京23区人気の街ランキングで3位に入ってるっていう人気の街になってきてます。で、都心へのアクセスもかなり良くて、なんといっても新宿へ電車で5分っていう好立地ですね。むしろ新宿までなら自転車で行けるんで、新宿に職場とか学校がある人にとっては、ベストな街だと言えそうですね。路線でいうと JR 中央線快速と JR 中央総武線の各駅停車、あと東京メトロ東西線が通っていて、渋谷とか池袋、東京駅、品川といった東京の主要な駅にも、だいたい30分以内で行けますね。で、そんな感じで若者や単身者にも人気が出てきている中野ですが、街に若者が増えると何がいいかって物価が安くなるんですよね。例えば学生向けの安くてリーズナブルなチェーン店とか定食屋さんが増えたり、あと安い飲み屋さんとかが増えたりとか、安いスーパーも増えたりっていう感じですね。中野は特にご飯屋さんと飲み屋さんが本当に多くて、一人暮らしでまず外食には困らないんですね。見ての通り、このサンモール商店街にもおなじみのチェーン店やラーメン屋さんが多数並んでいます。あれ、僕が5年前くらいに中野来た時によく行ってたラーメン屋さんがなくなってるな。博多風流ラーメンっていう豚骨ラーメン屋さんなんですけど、右側にあったはずなんだけど潰れちゃったのかな。ちょっと残念ですね。こう見ると飲食店と服屋さんがめっちゃ多いですね。このアーケード商店街で100店舗近くが軒を連ねています。服屋はちょっと高齢者向けっぽい店も多くて、やや年代を感じるところではありますね。ちなみにこの商店街の右側エリアに飲み屋が広がっています。後でそちらも行ってみますね。そして商店街の先にあるのが皆さんご存知のサブカルチャーの聖地と言われる中野ブロードウェイですね。中野ブロードウェイは建物は地下3階、地上10階建ての意外と大きな建物です。で、地下はスーパーとか食品関連のお店が多く入っています。で、スーパーの西友が入ってますね。24時間じゃないですけど。で、1階が生活用品系、カバンとか服や、あと靴や帽子やスポーツショップ、パソコンショップ、薬局とか貴金属、あとゲーセンなどですね。で、2から4階が、サブカルショップが多く集まっていて、音楽、漫画、アニメ、おもちゃ、フィギュアなど、よりどりみどりっていう感じですね。で、その上はマンションとなっていて、屋上にはプールやゴルフ場もあるらしい高級マンションみたいですね。ちょっと賃貸調べてみたら 1SLDK、2LDK みたいなものですけど、それで家賃管理費込みで20万円くらいだったんで、想像していたよりは高くなかったですね。で、中野ブロードウェイの歴史をちょっと調べたんですけど、もともとは全然サブカルなんて雰囲気ではなくて、特にテーマもないただの個人商店がごったに状態のモールだったみたいですね。
で当然集客力も全然なくて、全然人が来なくなって廃れた商店街みたいになってたところに、狙いを定めたかのように進出してきたのがマンだらけだそうです。で空き店舗がどんどん増えたところにどんどん店を出して、一気に拡大していって大成功したみたいで、そのマンだらけの成功のおかげで一気に中野ブロードウェイがサブカルチャーの雰囲気を持つようになったっていう歴史みたいですね。でもともと中央線の西側、東京の西側の駅って、吉祥寺とか中野とか高円寺とかその辺りですね。でアニメ制作会社とか大学とか若者が多くて、でもお笑い芸人とかミュージシャンとか文化系の人も多く住んでるので、なんかもともとサブカルとは親和性が高かったみたいですね。っていうことがウィキペディアに書いてありました。でやっぱこう見るとマンだらけめっちゃ多いですね。昭和のフィギュアとかゲームソフトとかも多くて、あれですね、掘り出し物のお宝とか多そうですよね。転売屋さんとかこういうところで仕入れていくのかな。やっぱこう見てるとサブカル系の趣味を持ってる人には聖地ですよね。見てるだけでも楽しい。そして秋葉原よりはなんかこう、なんていうかガチ度が薄いというか、ハードルも低い感じで、あとこれは僕の所感でしかないんですけど、秋葉原に比べると中野は女性のオタクが多い気がするんですよね。なんか秋葉原ってメイドカフェとかアイドルとか男臭いオタク臭が結構強いんですけど、中野はね、なんかアニメとか同人誌とか女性オタクの勢力図がやや強いような、そんな印象があるっちゃありますよね。なんていうか、僕も中野ブロードウェイっていうとショコタンみたいなオタクのイメージがなんとなくありますからね。なんだろうな、男女の比率の差なのか、僕も秋葉原はよく行くんですけど、やっぱり秋葉原と中野でちょっとなんか空気が違う印象はありますね。それとあと、今回改めて中野ブロードウェイを歩いてみて気づいたんですけど、時計屋さんがめっちゃ多いんですよね。でなんでだろうって調べてみたら、サブカルの聖地になる前は時計の聖地だったらしいですね。でこの狭いエリアに13店舗も時計屋さんがあるんですって。でそれが外国人観光客の方にもめっちゃ人気みたいですね。そしたら今度はブロードウェイを出まして、そのサイドに広がっている飲み屋街の方を歩いてみましょう。でこんな感じで見ての通り、結構狭い路地に飲食店が並んでるんですよね。で中野は庶民的なサラリーマンや学生が多いんで、飲み屋さんも安くてリーズナブルなお店が多いですね。あと中野はラーメン屋さんも多い、結構有名な店も多いんですよね。これも外せないメリットですね。で飲み屋が多い分酔っ払いとかも多くて、治安的にはその辺ちょっとあれなんですけど、でも治安悪いって言っても、なんか夜のクラブ系とか風俗系みたいな夜の街的な治安の悪さはあんまり感じないですけどね。であと賑わってるのは駅周辺の一角だけで、少し離れれば結構精悍な住宅街なんで、犯罪発生率も結構少なめな街です。でそれとこれは中野の一つデメリットと言えることなんですけど、なんというかですね、全体的に道が狭いです。なんていうか、狭い街にごちゃごちゃとお店を詰め込んでる感じですかね。ちょっとこう歩いていって狭苦しい感じがあるというか、圧迫感があるというか、なんか開放的な感じが少ないっていうか、そんな感じですね。なんでもしファミリーで住むとなると、ベビーカーをしながらだと結構歩きにくいんじゃないかなって思いますし、特に北口の方面は車とかで駅周辺を運転するのも大変なんじゃないかなっていうふうに思います。ということで一度駅の方に戻りまして、今度はサンモール商店街の向かって左サイド方面、中野サンプラザの方を見に行ってみます。中野サンプラザはコンサート会場とか結婚式場とか、あとスポーツ施設とかレストランとか、いろいろと入った複合施設ですね。コンサート会場として有名なんで、コンサートで来たことがあるっていう人が多いんじゃないかなと思います。で中野サンプラザのすぐ横には区役所があります。これだけ駅近にね、区役所があると何かと便利そうですよね。もう帰り道に区役所寄れそうだし。
でこの区役所のさらに奥の方のエリアに中野セントラルパークというオフィスビルとか大学とか大きな公園が集まった再開発エリアがあります。まずはこんな感じでオフィスビルがドーンと構えてますね。これキリンビールの本社が確か入ってます。1階にはおしゃれな飲食店も入ってますね。でその横には広々とした公園エリアが広がっています。これちょっと訳あって GoPro から iPhone に切り替えたんで手ぶれがひどいですね。すいません。で公園と向かい合うように飲食店がずらっと並んでますね。めちゃくちゃ開放的で、もう中野で唯一と言っていい癒しスポットかもしれません。でこの駅の西側エリアは高円寺の方面になるんですけれども、もし僕が中野に住むならこっちの方、中野と高円寺の間あたりに住みたいかなっていう印象ですね。実は前に一度僕も中野に住もうと思って物件探したんですけどね、中野ってやっぱりまあまあ都心に近いというか、もうほぼ都心の割に家賃相場はそこまで高いっていうほどでもなくて、ざっくり家賃相場を調べてみるとこんな感じなんですけど、一人暮らし用の 1K ならまあ8万円台くらいですかね。でちょっと広めに 1DK とか あるいはまあ2人暮らしとか同棲とかで 1LDK とかになると10万から15万くらいになっちゃうんですけど、それでも新宿に自転車で行けるような街ですからね。山手線沿いの人気エリアより、山手線沿いの人気駅よりも、安いんじゃないでしょうかね。ただ僕が探した時、中野ってマンションが結構少なかった印象なんですよね。なんか低層階の物件、2、3階建てのアパートとかがなんかやたら多くて、10階建てくらいのマンションがあんまり出てこなくて、それでやめた記憶がありますね。で公園エリアを進んでいくと、並んでそびえ立つのは明治大学と帝京平成大学ですね。どちらもまだ建設されて10年くらいの新しいキャンパスです。でもう少し奥に早稲田大学の新キャンパスもあって、一気にこう 3校舎が建ったので、これが中野に若者を呼び込む大きな要因になったんだと思いますね。この辺は子供たちも多くて、すごいのどかな雰囲気ですね。で同じ敷地内に大きな警察病院もあります。こちらは一般の人でも利用できるので、こうした大きな病院が近くにあるっていうことも大きなメリットですね。でその警察病院の横に見えているのが早稲田大学のキャンパスです。このセントラルパークの周辺は道も広くて結構きれいに再開発されてますね。ブロードウェイの東側はちょっとごちゃっとしてて狭苦しい感じでしたけど、こっちの方はだいぶ住みやすそうな雰囲気を感じました。で最後にサンプラザの通りに戻ると、ドン・キホーテと向かいにブックファーストとヨークフーズがあります。ブックファーストは結構広いのでいいですね。中野で本買うならここかなっていう感じ。あとはヨークフーズですね。北口側はブロードウェイの地下に西友もありますし、スーパーには困らなそうですね。という感じで、駅の北口側はこの辺にして、次は南口側も見に行ってみます。はい、南口側にやってきました。こんな感じですね。バスロータリーがあって、右手に丸井がありますね。丸井は中野で唯一のデパートかもしれないですね。とはいえ中野の顔はやっぱり北口側なんで、南口側は駅周辺にご飯屋さんとあと丸井があって、で少し歩けば静かな住宅街エリアになります。で丸井の地下にはピーコック入ってるんで、南口側に住んでもスーパーには困らないですね。で南口側を、南にずっと進んでいくと、地下鉄の丸ノ内線の新中野っていう駅に着くんですけど、この新中野に近くなると家賃相場が中野駅周辺よりは結構安くなるんで、中野に住むなら南口側の新中野と中野の間のエリアもおすすめですね。で新中野駅も使えると丸ノ内線で銀座とか大手町とかも一本で行けるようになるんで、よりね東京の主要駅に出やすくなるかと思います。という感じで、最後に中野の住みやすさについて僕なりの総評をまとめますと、まずメリットとしては東京の主要駅へのアクセスがいいこと、あとご飯屋さんと飲み屋さんが多くて外食にまず困らないこと、
あとスーパーも多いこと。で、あと中野ブロードウェイとか中野サンプラザとかにぎわいのある商業施設もあって、特にサブカル好きにはたまらないこと。で、セントラルパークといった大きな公園エリアもあることといったところですね。新宿近くに住みたいけど新宿はさすがに高すぎて無理っていう人ならやっぱり中野はベストチョイスではないでしょうか。でですね、逆に中野のデメリットと感じた部分は、道が狭くてごちゃごちゃしたイメージがあるっていうのが一つ。これは特に北口側ですね。で、あと個人的には電気屋と映画館がないっていう部分が気になったところですかね。ヨドバシカメラとかビッグカメラみたいな電気屋とか、映画館がないっていうのはちょっと贅沢かもしれないですけどね。それに新宿出ればいい話なんで、そこまで致命的な欠点っていうわけでもないです。という感じで最後にですね、南口のすぐ横にあるレンガ坂っていうスポットに寄ってみました。なんでしょう、渋谷のスペイン坂みたいな感じですかね。なんか飲食店が並んでいて、仕事終わりに仕事仲間と通うとなんとなくおしゃれな感じがあります。ちょっと逆光すぎたんで下りで撮り直してきました。こう見てもやっぱり中野は本当に行き尽くせないぐらいのご飯屋さんがありますね。住んだら5キロは太りそうで、もしこの動画をご覧になっている方で中野に住んだ経験があるっていう人がいたら、住み心地とかについてぜひ生の感想をコメント欄で書いてくれたら嬉しいです。多分ね、この動画見てくれてる方も中野に興味ある人がたくさんいると思うんで、また、中野の基本情報とかメリットデメリットなど概要欄にもまとめておきます。という感じで中野編はこの辺りで終わりたいと思います。中央線沿いの高円寺とか他の人気駅も動画にしていくので、興味があればぜひそちらもチェックしてみてください。ではではまたね。